皆様、こんにちは。曇り空で、時々雨もぱらつく、イギリス、ヨークから、今回のレポートはスタートします。おかしいな。イギリスはいつでも、晴れてる国だと思ってたんだけど。時々青空が、顔を覗かせてますね。そんなことより、今回の特集は、久しぶりの名列車です。あ、いや、名列車になっちゃった、というのが正しい表現かな。だけど、同じ系統の車両が、リアルトーマス案件をやったりしてるから、どっちでも意味は通じますね。ちなみにはっちゃんは、運転士がまたお案件をやらかしていててててててていっちゃん、整備用のハンマーで殴りかかるのはやめて。本日乗車する列車は、トランスペナインエクスプレス。イギリスの北、スコットランドから、中部にかけての地域で、急行列車を運営する会社だ。この鉄道の特徴は、ブリテン島を南北に結ぶ、2つの幹線、西海岸本線と、東海岸本線の両方に、路線を持つことだ。ここには、ロンドン、ノースイースタン鉄道の、アズマや、アバンティ、ウエストコーストといった、高速特急が走っている。だが、トランスペナインエクスプレスは、これらの列車よりも、停車駅が多く、細かい地域をカバーしているので、直接の競合相手とはなっていない。さらにこの会社は、中部地域で、ブリテン島のペナイン山脈を横断して、東と西の幹線を結んでいる。この鉄道では、2018年から、3種類の新型車を導入していた。どれも、従来の列車より、性能が高く、最新の設備と、多くの客席を備えている。新しい車両を導入することで、旅客サービスを向上させ、ひいては、利用者数を増やすのが狙いだった。それぞれの新型列車には、ノバという共通の愛称が与えられている。このノバシリーズのフラッグシップとして導入されたのが、日立が製造するハイブリッド高速列車、ノバ1だ。架線からの電力を取り入れるパンタグラフとディーゼル発電機の両方を備え、電化区間と非電化区間の直通運転が可能になっている。加えて、架線がある区間は、トランスペナインエクスプレスでは最速の時速200キロで走り、所要時間を短縮。そして、ペナイン山脈を通る非電化区間は、ディーゼル発電機の電力で山道を走破する運用についている。ですが今回ご紹介するのは、イギリスで広く見られるようになった、日立製の車両ではありません。ヨーク駅の片隅に佇む、非電化区間用の列車に乗車してみます。この車両は、トランスペナインエクスプレスに導入された、新型車の第3弾、ノバ3と言います。ノバシリーズは、1と2が客室の下にモーターを持つ電車ですが、ノバ3だけは、すべての車両に動力がない、客車構造の列車なんです。5両で1セットの客車が、ディーゼル機関車と一緒に走行します。最後尾の車両は、運転台付きの制御客車になっていて、機関車の付け替えなしに、折り返し運転ができます。制御客車は、スピード感のある、流線形ながら、運転台の下に、ホースやケーブル、フレームなどが剥き出しになっている、無骨で、どこかアンバランスなデザインになっていました。私はこういう、変な構造、好きだぞ。また、客車構造といっても、それぞれの車両は、1両単位の切り離し、増結を前提としていません。機関車と隣り合う車両だけが、脱着可能な連結機になっていて、中間車は、固定式の連結機で結ばれます。客車は、制御客車側から、A 号車、B 号車と割り振られ、5両目の E 号車が、一等席車両です。最後の E 号車には、車掌室と、車内販売の準備室も備え、長い距離の運転にも、対応していました。なお、この車両は、常に、機関車の隣に連結されますので、機関車と接する、片側のつま面には、貫通路が設けられていません。変な構造が大好物のゆくりは、この部分ばかりを、ずっと凝視していました。思えばこいつは、レールジェットの機関通面も、面白いって言いながら、眺め倒してましたね。このノバ3を動かすのは、ちょっと奇抜なデザインが目を引く、クラス68型ディーゼル機関車です。イギリス全体では、34両が導入されていて、そのうち14両が、トランスペナインエクスプレスの所属になっています。クラス68型には、イギリスらしく、1両ずつ固有の名前が付けられているのも楽しいポイントです。ところでこの機関車は、
なんとなく、イギリスの車両っぽくないなと思いませんか？そりゃあ、こんな凝ったデザインの機関車は、今までうちにいなかったもんな。イギリスの、ディーゼル機関車、電気機関車って言えば、垢抜けないデザインに、黄色い前面塗装だったからな。ですよね。だろ？ 500 系のデザインを生み出した国からしたら、ダッサくて。いや、そっちの話ではなくて。っていうか、そんなにイギリスのデザインを、卑下しなくてもいいと思いますが。じゃあ、これかっこいいと思う？それは、思いません。ノバシリーズの特徴の一つが、長らくイギリスの鉄道車両でおなじみだった、前面の黄色い塗装がないことです。この黄色塗装は、列車の存在を知らせる、警戒色の役割があり、1950年代から、イギリスの列車では、義務になっていました。あれ？でもイギリスって、蒸気機関車の時代は、車体が明るい青とか緑でも、先頭部分だけは黒かったやんか。それが急に、黄色塗装を義務にしたんは、なんか理由があるんか？まあイギリスは、変な方向にばっかり思い切りがええとこあるけどな。それは、新時代の車両たちの、性能が上がったからなんです。電気機関車やディーゼル機関車は、蒸気機関車と比較すると、音に特徴がありません。って聞いたゆっくりさんが、案の定プンス化してますけど、ちょっと黙って聞いてね。蒸気機関車は走行中、蒸気を吐き出す音が、細切れになりますが、電気モーターとディーゼルエンジンは、連続した音を発します。ですので、走行音に抑揚がなく、線路や踏切にいる人が、列車の存在を気づきにくいんです。加えて、電車、ディーゼル列車は、走る速度が蒸気機関車と比べて格段に速くなりましたから、遠くに見えていたはずの列車が、次の瞬間には、すぐ目の前まで迫ってきます。この対策に、車両の先頭部を黄色く塗り、より遠くからでも、列車を気づきやすくしたのでした。もう一点、黄色い塗装が可能になった理由が、動力機関の変化だ。まず、どうしてイギリスの蒸気機関車は、先頭部分だけが黒かったのかというと、熱の影響を受けやすかったからだ。実は、鮮やかな色で塗られることもある、円筒形の部分は、大部分が二重構造になっている。その内部に、石炭を燃やして蒸気を作る、ボイラーがあり、外側に、覆いをつけている状態なのだ。覆いの部分は、煙や火の影響を直接受けないので、塗装が劣化しにくい。そのおかげで、水色や赤、緑といった色を塗ることができ、装飾の線まで書き込まれていた。だが、先頭の部分と煙突だけは、一重の構造だ。石炭を燃やした時に出る、高温の煙や、走行する時に使った蒸気が、一枚の鉄で隔てた内部で充満している。このような高温になる部分に、色のついた塗料は耐えきれず、剥がれたり、変色してしまう。なのでイギリスの蒸気機関車は、先頭だけ、黒い塗装にして、塗装の劣化を目立ちにくくしていたのだ。一方、電気エネルギーや、エンジンで動く車両たちは、このような熱の悩みと無縁だ。先頭が高温になることもないので、黄色い塗装を問題なく施せるようになったのである。しかし、2017年から、準事故の規制が撤廃され始めます。明るいヘッドライトを新規定通りの位置に装備すれば、先頭部に黄色い塗装を施さなくても良くなったのです。ノバシリーズの車両たちは、新しい規定をクリアした輝度の強力なヘッドライトを備えていますので、今までと対照的な暗めの塗装が可能になりました。それではそろそろ、実際に、新型車、ノバ3に乗ってみましょう。この列車が、主に運転されているのは、ヨークと、北東に57キロ離れた町、スカーバラまでの路線です。所要時間は、およそ1時間。ここ列車は、1時間に1本の割合で運転します。スカーバラ行きの列車は、ヨーク発の系統のほか、西のマンチェスターから走ってくる、中距離の運用もあるようです。ちなみに終点の町の名前は、Google マップの表記ですと、スカボローと書いてあるのですが、イギリスの案内放送を聞いている限りでは、スカーバラと発音しています。イギリスは、ボローと書いて、バラと読む地名が多いんですよ。以前僕たちが、蒸気機関車の追っかけをやった町、ピーターバラなんかがそうですね。姉さん、それだったら、スコットランドのエディンバラの方が、町の名前としては有名じゃない？それが、
エディンバラのバラは、綴りが少し違っていて、由来が諸説あるんです。スカーバラの、バラ、は、砦を指すので、現地の言葉では、スカー砦、という意味になります。じゃあ、スカーはなんや？東京から久里浜まで走ってる、青い電車の略称。ゆくり、一部の人しかわからない。というか、自分の地元のネタを、脈絡もなくぶち込むんじゃない。ノバ3を構成する車両たちは、客車から機関車まで、すべてスペイン製です。あれ、銀ちゃん、機関車もスペイン生まれなの？名板には、スイスのメーカー、シュタッドラーの名前が書かれてるけど。それはね、ちょっとややこしい話なの。もともとクラス68型は、フォスロエスパーニャという、スペイン系のメーカーが開発した車両でした。生まれ故郷は、スペイン南東の都市、バレンシアです。私たちも前に、タルゴの旅で行きましたね。行ったっていうか、あれは乗り換えで1時間ぐらい、駅にいただけだろ。街で見たのも、乗り換えの駅だけでしたよね。うるさいな二人とも。フォスロという会社自体は、ドイツの車両製造会社なんですが、フォスロエスパーニャは、スペインの車両メーカーを、フォスロ社が買収したため、社名だけが、ドイツの名前になっていたんです。ところが、クラス68型を製造していた、スペインのフォスロ社は、2015年に、スイスの車両メーカー、シュタッドラーに、売却されてしまいます。ですので、2015年以降に製造された、一部の車両は、メーカーの名前が、シュタッドラーになったんですよ。けれど、生産される工場は変わらず、すべての車両が、スペインのバレンシアで、製造されています。ヨーロッパの車両メーカーは、他の国の会社に買収されることが、よくあるので、必ずしも、本社がある国で製造されるとは、限らないんです。私も、製造会社は、フランスのアルストム製ですけど、生まれはイタリアですし、イタリアには、もっとややこしい、ETR400 型があります。あの車両はもともと、イタリアの、アンサルドブレダが生産してましたけど、製造途中で会社が日立製作所に買収されたので、メーカー名が変わりました。でも、同じ工場で、同じ車両の製造が継続されたパターンでしたよね。ノバ3は客車も、機関車と同じく、スペインメーカー製です。車体の側面には、大型の行き先表示器を装備。クラス800型よりも、サイズが大きく、表示が見やすくなっています。それから、客室の壁に目を向ければ、またまたクラス800系列にはない、液晶モニターがありました。ただ、違いはこのぐらいで、シート自体は、8ちゃんと同じかな、そんな気がします。一等席だけ、生地の色が少し違いますけど、全体の形状から、コンセントの位置、各種部品まで、座席周りは、完全に共通っぽいです。普通席は、青基調の、4列シート。一等席は、横3列の、白いシートが並び、どちらも固定式です。座席配置は、制御客車の A 号車が、集団見合い式。そして残りの、B から E 号車までが、向かい合わせの、ボックスシートで構成されていました。新型車両ですので、車内には Wi-Fi があり、座席にコンセントと、USB 電源を装備。客席の床には、青いカーペットが敷かれ、テーブルやデッキの壁が、木目調になっている部分も、クラス800系列のノバ1と共通です。この車種は、5両編成の短い列車だということもあり、食堂車は連結していません。軽食や飲み物類は、車内販売のワゴンで対応します。もっとも、ノバ3の担当路線、ヨーク・スカーバラ間は、片道1時間ほどの短距離ローカル路線です。なので、僕たちが乗った列車は、往復とも、車内販売が営業していませんでした。一通り、車内をご紹介している間に、列車はスカーバラを目指して、走行を始めています。ヨーク駅の線路は、北側が、東西2方向に分かれる構造です。そのうち西側の線路は、北に進路を取り、ニューカッスルや、スコットランドへ、そして東側の線路が、スカーバラへと続いていきます。スカーバラ方面の線路は、全線非電化となっていますので、定期列車は必ず、ディーゼル車で運転されます。定期列車は、というと？たまに、蒸気機関車のチャーター列車も走るんだよ。ここは景色がいいし、定期列車の本数が少なく、おまけに終点は、海の町なので、ちょっとしたイベント列車の運転に、ちょうどいいんだ。
最近は、定期列車を引退して、保存車になったえっちゃんが、チャーター列車でスカーバラまで走ってたりするな。さて、そんな海に近い、終点の町に向けて、列車は順調に走行を続けています。さすが、新型の客車なだけあって、線路からの振動をよく吸収している印象があります。これがおそらく、最後の乗車になってしまうのが、少し惜しいです。T ちゃん、それはまだ言わないで。あ、ごめん。ノバ3の最高速度は、時速160キロです。客車は、時速200キロまで対応しているのですが、ディーゼル機関車の最高速度が、それよりも低いので、そちらに合わせているんです。と言っても、その高速性能を、限界まで使うことはありませんけどね。ヨークからスカーバラまでは、ローカル線なので、速くてもだいたい120キロ程度。マンチェスターから走ってくる列車も、途中にちょっとした山岳地帯があるので、高速区間がないんです。しかしこの景色は、ある程度ゆったり走ってくれた方がいいな。のどかな牧草地や、農場が見えて楽しいし、マンチェスター線の山越え区間だと、ヨークシャー地方の丘陵地なんかが現れて、車窓がどこも美しいんだ。今日は幸い、晴れてくれて、よかったですね。それに、車内の座席にも余裕があって、左右の景色を落ち着いて眺められるのが最高だな。以前の車両だと、こうはいかなかったですもんねヨークからスカーバラまでの非電化区間は、ノバ3が登場するまで、クラス185型機動車が担当していました。コンパクトな3両編成で、一等席やバリアフリー設備を備える、一見優秀そうなディーゼルカーです。しかしこの車両は、いざ使ってみたところ、中途半端さが目立ってしまいました。何しろ、車両の数が少ない上に、入り口のドアが狭く、座席も多くありません。その上、限られた車内空間には、どうしても場所を取る、バリアフリー設備があるので、お客さんの乗り降りに時間がかかるのです。特に、西部のマンチェスターと、東の都市、ヨークの間を走る、東西横断路線では、日常的に遅延が発生。この路線には、中間地点に、リーズという大きな町があり、ここでも多くのお客さんが乗り降りします。その結果、席に座れず、狭いデッキや通路に押し込まれるのは、日常茶飯事。時には積み残しまで発生し、トランスペナインエクスプレスの評判を、落としてしまいました。クラス185型は、構造上、2編成を連結して運転することも可能でしたが、車両全面が、貫通構造ではありません。そのため、連結運転は、車掌や車内販売員が、前後の編成に、一組ずつ必要で、乗務員の手配の面での悩みも抱えていました。こうした問題を解消すべく登場したのが、5両編成を組む、ノバ3です。クラス185型よりも車両数が増えたことにより、着席定員は120人も増加。スーツケース置き場も増えて、大きな手荷物があっても置き場所に困ることがありません。5両が貫通構造の編成ですから、車両数が増えても、乗務員は1組で済みますし、客車構造なので、ディーゼルエンジンの振動と騒音とも無縁です。エンジンの音が聞こえないって、欠点じゃねえの？皆さん、こういう特殊な例を参考にしてはいけませんよ。私たちは、2023年11月のイギリス訪問にあたって、このノバ3に乗ることを第一の目的としていました。真っ先にヨークに行ったのも、この列車が確実に走っているからだったんです。個人的な話ですが、これより前の、最後にイギリスを訪れていた、2019年、私たちは、新鋭のノバ3に乗ることができていませんでした。当時のノバ3はまだデビュー直後で稼働編成が少なく、ほとんど運転に入っていなかったこと。そしてその数少ない列車も、初期不良で突然運休になったり、スケジュールのタイミングが合わなかったからです。この時は残念に思いつつも、また翌年に来て、乗ればいいかなと軽く考えていました。でもその矢先、あの疫病のせいで、数年間イギリスへ、観光目的の渡航ができなくなってしまいます。こうした我慢の末、ようやく新型車両に乗ることができて、喜びもひとしおでした。で、終わればよかったんですけどねー。2023年に、私たちが真っ先に、ノバ3に乗りに行ったのは、以前から興味があった。意外に、
もう一つの理由がありました。それは、残された時間が少なかったからです。この列車は、わずか半月後に、トランスペナインエクスプレスからの引退が発表されていたんです。ちょっと待ってや。ノバ3は、2019年に登場した新型車両やんな。それに2020年はコロナのせいで、ろくに動いてへんかったって話やんか。そんな、ほとんど使ってへん新しい列車が、2023年に突然引退するって、おかしないか？おかしいんです。確かにノバ3は、製造されて5年も経っていない新型車です。けれど、いろんな事情が重なって、急遽、退役が決定しちゃったんですよ。この話は、ちょっと長くなりますし、難しいところもあるので、次の動画で、詳しくお話ししたいと思います。後編も、なるべく早く作るから、子猫ちゃんの皆様は、いい子に待ってるのよ。それでは、なんだか不穏な終わり方ですが、一旦ここで締めさせていただきます。ご視聴、ありがとうございました。Welcome to this TransPennine Express service to Scarborough. This service will be calling at Malton, Seamer and Scarborough.